こんにちは、西尾さん、よろしくどうぞお願いいたします。前回8に入れてもらって、でその後こうまた2、3ヶ月経った後の今現在姿でまた定例していただいて、でまた今回ということなんですけども、ちょっとその辺の経緯というか経過をちょっとお願いしたいんですが。前回もお話ししてると思うんですがね、はい、挿し木をされて23年ぐらい経ってるということなんですね、はい、それで畑から上げまして、6月の9日に畑から上げてきて、10日に植え替えて、8月へ入ってからですかね、8月初旬から2週間の間に、またこれがねあったもんですから、全部植え替えたわけなんですよね。で前回は、地から上げて畑から上げて鉢入れた時に、この畑に入ってた土が取りきれなかったんですよ。で一部残ってたもんですから、2度目の植え替えで畑の土を全部取りまして、根だけにしまして、今度それで、新しい土に植え替えたということなんですね。前回の時よりもこの8月9月入って植え替えてからどんどん成長し始めましてね、心拍というものは8月半ば以降からすごく成長し始めまして、10月ぐらいまではどんどん今日の新芽も伸ばしてきますし、葉数も増えてきます。そういう経緯があって、今回こういう形になってきたわけなんですね。だからそろそろ、完全な仕上げの姿にはならないんですが、針金をかけて、将来図に向けた骨格を出してみたいかなということで、今回その作業に入ってみたいと思います。畑から上げて、でそこで鉢植えして、でその間その2回目2、3ヶ月の間にもう1回植え替えをしていると。そうです、それはもう全然構わないっていうか、実はですね、持ってきた時点が6月9日、地から上げるときに一緒に掘ってくださった方が、この時期に植え替えて大丈夫なんですかとか、100% が出ませんよということでお話ししました。それで持ってきたときに、その気温でそうですね、30度ぐらいあったんですかね、やっぱり植え替えでね、その中で植え替えたんですが、その土をね、要するに赤玉だけで植え替えたわけなんですよ、その時に。そうです、おっしゃってました。それでそのね、もう赤玉だけで植え替えても枯れないんですが、結果としてまたいつか植え替えなくちゃいけないってことは承知してましたから、それで1ヶ月後ですね、やはり8月の入ってすぐ1ヶ月ちょっと経ってから植え替えをもう一度しなくちゃいけないということで植え替えたわけなんですよね。でなんでそんなことができるのかっていうと、やはり土が先ほど申しましたように落としきれなかったもんですから、きちっとすることによって規制が上がるということで、やる必要があったということなんですね。2度目の植え替えの場合には赤玉だけじゃなくて、私の場合はヒューマズナを混ぜて入れてあります。それで一気に規制が上がってきたわけなんですね。2週間3週間経ってから肥料を与えたらどんどん色が出てきて、作も乗ってきたんですよね。だから普通だったらね、1ヶ月後にまた1ヶ月半後に植え替えるなんてこと普通考えないと思うんですよね。その辺は心拍の強いところなんですよね。やはり植え替えてから8月に同じ鉢やったものを抜いてみたら白根をどんどん出してました、やっぱり。でもね、その2度目の植え替えの時には前回根を切ってありますから白根をどんどん出してます、じゃあ今度植え替える時はどうするかって言ったら、その白根をブツブツ切っちゃうわけにいきませんから、土を丁寧に抜きまして、それで根を鉢の中に収めたわけですよ。今度は根を切らずに。どうしても切らざるを得ない時には切りますけどね、なるべく多く残してあげて入れた。それで一気に規制が乗ってきたわけですよね。もし2度目の植え替えの時にまた根が出てるのを切ってしまえば枯れはしないんですが、葉芽ができるような規制の乗り方しませんから、そういうことをしてしまうと。だからやはり2度目の植え替えの時にはそういうところを注意してやるということがあったわけですよね。先ほどお話しさせてもらって、すごく規制が乗りましたよ、元気になりましたよ。で、2回目の植え替えのその後ですか、葉っぱがその細かったのが太ってきたという、
それもやっぱりその西川さん目で見ていてはい感じられるんですか？感じますよ。私毎日見ててもね、はいああやっぱり力ついてきたなというふうに私自身が毎日見てて感じるぐらい木は成長してますから。変わるんですね。で先月でしたかね、お客さんがやはり来られて、見てった方が10日置いて来られたんですよ、10日前に来た時よりも葉が随分力強くにぎやかになんか葉数増えてますねって言うから気がついたんですかって言ったら、そうやって見てったもんですから今回10日ぶりに来てこんなに違うと思わなかったっていうか、いやよく観察してったんですねって言ったらいやーなんて言ってましたけども、本当にね8月9月というのはすごく気が向いてますから、それで結果が出てくるんですよね。でここまで来るともう針金かけてもいい状態に新婦入ってきてますからね、そろそろ始めてもいいのかなというようなところでね今回作業をしようかなということを思ったわけですよね。で剥いたシャリも全部これ生きてたものを切った時点で剥いてしまったものですから非常に剥きやすかったんですね。だからいろんなふうにこういうふうにシャリが、入れることもできましたしね、これから作っていく上でまた、もっとシャリを入れたいところは入れていくようになってくると思うんですがね。でも今回これだけやったことでいろんな動きが見えてきてますから、で切られたことによってやはり水水が膨らんできてますねこれ。もし切らなければ水水の幅っていうかこの切らないでいうと平らなまんま変化が起きてこないんですよね。やはり水水を切ると生きるために外に逃げますから、それでこういう動きが見えてくるわけですよね。これからもっともっとそういう動きを水水切ることによって変わって出てくるということはもう分かってますから、これからが楽しみじゃないかなと思いますね。これからまた作業をしますんでね、その辺を見ていただければいいのかなと思っていますので。でね、これ正面なんですがね、ちょっと正面をどっちを使ってもいいというところなんですね。皆さんの意見としてはどうですか？こっちの方がいいとかこっちの方がいいとかってあります？今はねこの幼児を刺したところを一応正面なんじゃないかなということで今幼児を刺したんですが、こちらから見てもいいのかなというようなことで、やはりここを正面にしても見れますよと。いける部分があるとしたならば、やはり立ち上がりの問題なんですね。やっぱそこが基本っていうか、盆栽はね立ち上がりを見るんですよね。上の部分は曲げたりね切ったりいろんなことできますけど、立ち上がりというものはやはり盆栽を正面を決めるときに一番重視するところですから、そこだと思うんですよね。こういうところのこういうものも今これ車輪していくと、こういうところを車輪すると動きとして出せれますから。いらないから切ってしまえば平らになるんじゃないか、そういうことじゃないんですよ。これもあえて残してあるのは、これを剥くとここで車輪が出ますから、これはもう足元の動きとして見せることができますから、もう植え込んでる時点でそれ考えてますからそういうことなんですよ。でこちらに回してしまうとやはり、立ち上がりがこうやって見ていただけるとまっすぐでしょ、ね、これまっすぐなんですよ。この違いっていうのはやっぱりあるんですよね。いやそうは言っても私はこっちが好きだっていうことになればもうこれは好きな話であって、基本的にやはり我々が見てる面白みのある動きっていうとやはりこちらになるんじゃないかなと思いますね。それよりやはりこちらの方が気の流れ動きとしては面白いんじゃないかなっていうことで捉えるわけですよね。こちらでいいのかなというようなことを今ね思ってますね。それで当然仕上がってくればこの鉢大きいですからもっと小さな鉢入れることになってくると思います。今はこの角度でいるんですが、もう少し何かちょっともう少しこういうふうにしてもいいのかなというのこともやはり今も考えてるわけなんですよね。ちょっとね角度を変更するということでね、こんな感じですとね、また動きが見えてくるね、しますよね。こっちも悪くはないんですがね、ここがちょっとね、気にかかるんですよね。こういうふうなどんどん取っていかないと、あれですよね。としては使えないですからね。
もう西川さん、これでこう言っちゃ失礼ですけど、こうやりながらもう頭の中ではもう描かれてるもんですか、これ。そうどこつなぎ方でごめんなさい。そうですね。どんなもんなんですか、こういうの。もう完成しちゃってるんですか。はい。ね、ある程度ね。はこれ前回もこれ剥いた時にもうはい剥きっぱなしにしてますからね。はいこれでワイヤーかけたりとかしませんからね。その自然のまんまにしようと味がいいですからね。こういうとこ全てね。はい。きれいにしちゃうと味がちょっと悪くなりますからね。やたら極端な話しますと、これで完成するにはこれで何センチぐらいにコンパクトになるんですか、これが。間口でいうと。想像。あ、そんなになっちゃうんですか。と思うんですけどね、一応ね。じゃあ西川さん、中品になっちゃうってこと。中品ですよ、これは。はあ。左右30センチ、30センチいかないな。高さんは30センチあるのかないのかなっていうのは、そうなるのかなと思いますけどね。普通に木を考えたときに、幹があって下枝があって頭があって後ろ枝があってって、4つか5つに分かれると思うんですけどね。これどこに頭ができてどこに右の方の枝ができてっていうのがちょっと想像できないんでね。まあ理屈がね、そうなんだよね。まあ理屈で言えばそういうことなんですけどね。動き主体でやってたまたまそれが半圏外になるか圏外になるか何になるかっていうのは結果みたいなところがあるんですよね。まあ圏外っていうか、圏外でもないと思うんだけどね。なんかすごい面白い動きになりそうな感じがするけど。と現状こんな感じ。はあ、こうなるわけですか。この葉章のはい枝なんですがね、ええこれはね、一度針金かけてしまうと、ほぼね、形が決まってしまうんですよ、この章は。前回
写したそこにある県外みたいなね、鉢を変えた心拍も端を一緒なんですけどね、もうほとんど針金なくてもあの状態でいますからね、だから非常に作りやすいですよね、この層がね、この端は。